はい、おはようございます。今日は5月7日水曜日ですね。僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます。で、また最後にコメントを紹介させていただきますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。で、まず一つ目。これがね、もう今日のハイライトになるんですけど、ジェミニ2.5 Pro が、アップデートしました。ジェミニ2.5 Pro の、0506番なんで5月6日の日付の、アップデートっていう形になりますね。で、コーディング能力がかなり向上したらしくって、で、これはウェブデブアリーナかな、そのコーディング性能を測るベンチマークのところで1位になりましたよと。で、クロード3.7ソネットを抜いて1位ですっていう風になってますね。だからもともとジェミニ2.5 Pro ってコーディング能力がね高いとか、あとはその長文出力をバーッと一気に出してくれるみたいな形でかなりね優秀だったのがさらにアップデートをしたらしいです。コーディングに関してはねちょっと僕はよくわからないんですけど、その違いというかどれぐらい良くなったとかはね体感値として測れないんですけど、結構良くなったって言ってる方のポストが多いですね。はい。で、僕まだ使ってないので日本語出力とかがどうかとかは今のところ体感値としてはないんで、これから使おうと思ってます。で、あとはジェミニのアプリ版の方ですね。これ今 Google AI スタジオなんですけど、この Google AI スタジオでもう今使えるようになってます。前のやつがなくなってこの日付が0506番になってるので、もう Google AI スタジオで使えますよっていうところと、あとはこの普通のジェミニの方ですね。ジェミニのこの2.5 Pro のここがもう変わってるらしいです。最新版の方になってるっぽいんで、どっちでも使えるみたいですね。これ Google の公式さんがもう今リリースしましたよっていう風になってるので大丈夫っぽいですね。キャンバス機能とかも使って性能を感じてくださいみたいな投稿が上がってます。はい。これね楽しみですね。単純にモデルの性能が上がるっていろんなものがかなり良くなるので、これは楽しみですね。またその Google ワークスペースの方の例えば Google ドキュメントとか Google スプレッドシートとかあっちの方でアップデートしてるかどうかもちょっと気になりますけどね、個人的には。はい。いやでもこれは嬉しいですね。はい。もうこれが今日のハイライトにはなります。はい。で2つ目はジェンスパークさんの公式が上げてたんですけど、ジェンスパークスライドを Figma の HTML2 デザインっていうプラグインを使ったらスライド編集できるよっていうのを公式がもう上げてますね。これ確かケイトさんが動画で上げてくれてたやつですよね。これまだ僕試してないのでちょっとやってみようかなと思ってます。はい。無料でいけるっぽいんですよね。あとプラグインを使えばっていうことなんで、プラグインが存在するってことなのかな。うん。ね、なぜパワーポイントだと互換性が悪いんですか、今後改善されますかっていうコメントもありますけど、そこをね改善してくれればこういう回りくどいことやんなくていいんですけど、はい。今現状ではこれが一番スライドの編集としては手軽だし自分が思った通りにやれるよっていうところですね。はい。っていうのが2つ目です。で3つ目はちょっとね興味深いというか面白い記事だなと思ってて、これ日経新聞さんの記事で有料会員じゃないと最後まで読めないんですけど、アリババのクエンですね、クエン3のことを言ってるはずなんですけど、でそれがディープシークを抜きましたよと、ベンチスコアですね。でいろんな日本製の製品とか、あとはそのクエン3を土台として日本語の教育というかあれですね、あれっす調整をかけるやつ、名前が今出てこないんですけど、っていうのをたくさん使ってますよっていう話ですね。
でこれ僕最後まで記事が読めなかったので、その有料会員じゃないからですね、記事が最後まで読めないんで、リンクを渡して GPT の O3 にリサーチをさせたんですけど、まあおおむね事実を見て問題ありませんと。でこれではね、クエン 2.5MAX っていう風になってるんですけど、まあ、クエン3がベンチマーク超えましたよっていうのと、あとはそのクエン3を基盤モデルとしてファインチューニングだファインチューニングをさせましたっていう話で、日本企業が結構使ってますよっていう話ですね。はい。だからクエン 2.5MAX からクエン3に置き換えるっていう動きも出てるし、クエン 2.5MAX のまんまでも性能やっぱいいよねっていう評価が高いっていう、まあ2つの話ですね。はい。まあさすがクエンですね。僕も実際触ってもう今ちょこちょこ使ってますけど、結構やっぱいいっすもんね。これでローカルなのかって本当に思うぐらい性能高いんで、もうどんどん利用者上がっていくんじゃないかなと思ってます。はい。っていうのが3つ目のニュースになります。で最後4つ目、これねめちゃくちゃ羨ましいんすけど、カーソルが学生向けに無料で提供してるらしいんですよ。そのカーソルプロを、その有料版を無料で使わせてくれてるらしくって、しかもねどうやら1年間らしいんですよ。これやばいっすよね。どうやら1年間っぽくって、めっちゃ羨ましいっすね。めっちゃ羨ましい。もうなんか今から学生になりたいっすもん。いやこれはちょっと激アツっすね。まあ今ね各社学生向けに無料開放みたいな形でね無料で使わせたりとかやってますけど、カーソルはめちゃめちゃ熱いっすよね。それこそコーディングとかプログラミングをやらなくても今カーソル使って文章生成するとか、そのオブジディアンと連携させて、でその執筆するとかコンテンツ制作するっていうのがすごい X 上で流行ってるんですよ。めちゃくちゃ流行ってて、でそっち向けの使い方もあるんで、そのエンジニアさんとかじゃなくても文献の僕みたいな人でもやっぱカーソルを使う理由がね結構増えてきてるんで、これはいいっすね。これは本当に学生証欲しいっすね。はい。っていう個人的には結構熱いニュースだなと思います。はい。という感じの今日は4つのニュースですね。まあやっぱりジェミニ2.5 Pro がアップデートしたって、単純にモデルの性能が上がったっていうのは相当すごい話だし嬉しい話ですね。はい。でここからはコメントを紹介させていただきます。はい。AI で大量の情報にアクセスできるのは素晴らしいことですが、その情報処理が追いつかなくなってきています。特にディープリサーチで生成される膨大なアウトプットを理解するためにこれは何て読むんだろう。なんとかまで読み込むと一つの報告書の消化に1週間以上かかることも、積んどくならぬ積んディープリサーチ報告書がたまる一方でちょっとしんどくなってきましたっていうコメントをいただきました。ありがとうございます。いやもうこれマジでわかりますね。本当にディープリサーチがどんどん溜まっていってるんですよ。僕もそのね論文リサーチしたりとか、あとはちょっと気になること、それこそなんかこのツールの使い方とか、あとはこのニュース本当かなとかっていうので、もうなんか気になったらとりあえずディープリサーチしてレポート作っとくみたいな感覚、まあそういう習慣になってるんですけど、もう読めてないのがすごい溜まっていってて、でとりあえずノートブック LM にぶち込んどけばまあ後で見返せるわみたいな感じになってるんですけど、どんどん溜まっていっちゃってて本当にこれは分かりますね。ディープリサーチあるあるじゃないかなと思います。でまあひとまずはノートブック LM にさえ入れちゃえば音声要約がねできるので、まあ、ひとまずそれを大量に作っといて、時間が空いた時に聞いて概要は把握しといてっていうのは進めていこうかなと思ってます。ただそれを一個一個ねちゃんと読み込んでいくっていうことになると、もう一歩踏み込まなきゃいけないし労力がかかるんで、まあ、やっぱそこはね気合と根性しかないんじゃないかなと個人的には思ってますけど、はい。まあその分の時間を作らなきゃいけないとかね、いろんな課題は出てきますけど、
いや、これマジでわかりますね。あるあるじゃないですかね。結構こういう状態の人多いんじゃないかなと思います。はい。まあなんかね、解決策とかがあれば教えていただけると嬉しいですし、そうだよねっていう仲間がね、たくさんいるっていう事実がわかるだけでも安心できるので、はい。ありがとうございます。いや、これマジわかるわ。はい。という感じの今日は、4つのニュースとコメントを紹介させていただきました。またジェミに使ってみた所感とかを共有できそうであれば共有したいなと思います。はい。では。